チルする？4つのリラクゼーションサポート成分配合。今年の夏は無理せずチルする？休憩イノベーションリラクゼーションドリンクチルアウト。 I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby. 皆さんチルしてますか？はい、というわけで今日はですね、またこのチルアウトの別のプロダクト動画を最近作らせていただきましたので、このメイキングを解説していきたいと思います。今回はその撮影裏もそうなんですけども、撮影後の編集の段階でいろいろと世界観を作るためにやったことがあって、個人的にもね、学びがあったので、それをシェアしていきたいと思います。大前提映像のある程度の世界観とかルックっていうのは、CG 合成をしない限りはね、撮影の段階で大体決まってしまうものではあるんですけど、後の素材の編集でもね、発想次第でいろんなことができるし、今回俺がね、やってるテクニックとかその辺も特に難しいことはしてないんで、簡単に綺麗なビジュアルとかルックを作ることができるので、ぜひ最後まで見てね、参考にしてほしいなと思います。じゃあまず撮影裏を見ていきたいと思うんですけども、今回はね、編集の方を重点的に説明したいので、撮影はちょっと抜粋して見ていこうと思います。まずこのね、チルアウトの缶を開けるところと、あと注ぐところですね。この2つのカットなんですけど、こんな感じでね、背景にこの綺麗な玉ボケがあると思うんですけど、俺こういうルックめちゃくちゃ好きなんですよ、個人的に。めっちゃ綺麗じゃないですか。この時はね、どうやって撮ったかというと、後でこういう玉ボケのね、アルファ素材を上から、スクリーンで置いてもいいんですけど、今回はですね、この背景に、アクリルのバケツに水を入れたものを置いてて、それにライトを当ててね、で、フォーカスがボケた時に玉ボケが映るようにしています。こんな感じでバケツの中の水をね、揺らしてあげた状態で撮影すると、この玉ボケもキラキラしてめっちゃ綺麗なんで、おすすめです、これは。こういう玉ボケだけじゃなくても、背景に何かしらこうボケた何かが映り込んでるだけでも、映像に奥行き感を出すことができるんで、基本的に俺はこう真っ白な背景だけの映像っていうのはあんま撮らないですね。見ててもあんまりこう没入感がないというか、結構退屈な映像になっちゃうんで、何かしら背景に入れるようにはしてます。で、ライティングについては以前の動画でもちらっと言ったんですけど、こういうプロダクト動画とか、こういう液体の映像を撮るときっていうのは、斜め後ろから光を当ててあげて、こういう物体の輪郭を光らせてあげることでかなり立体感が出るんで、斜め後ろからのライティングを意識するといいと思います。で、チルアウト注ぐカットについても同様に、後ろの方にこうやって水を入れたバケツを置いてまして、で、手前にこうチルアウトが来たときに、後ろのこのアクリルのバケツがボケてすごい玉ボケが綺麗なんで、こういうセッティングをしております。めっちゃ綺麗ですよね。こういう時も絶対背景に何もないよりも、こうやって何かこう印象を残してあげることで、映像的にもね、ぐっとね、クオリティ上げることができるんで、ぜひ試してみてください。で、フルーツを落下させるカットについては、そんな難しいことはしてないんですけど、最初に言うの忘れたんですけど、これソニー α7S3 で撮ってまして、だいたい 4K の 120fps で撮ってはいるんですけど、このフルーツのカットは、フル HD の 240fps で、10倍のスローモーションで撮ってます。で、フルーツを落下させるときは片手にフルーツ持って、上からペットボトルで水垂らしながら手を離すみたいな、そういう感じで撮ってます。で、実際ね、映像に使ってるカットはコンマ数秒っていう感じですね。ちょっと撮影の方はね、パパッとでこんな感じで終わらせてもらって、次編集画面を見ていきたいと思います。はい、じゃあね、これが編集画面になるんですけど、こうやって見たら意外とコンパクトですよね。15秒、20秒なんで当たり前なんですが、ちょっとね、冒頭から見ていって、この冒頭の空の絵から冷蔵庫の蓋が開いてチルアウトを取り出すシーンが、撮影裏の映像を撮ってなくて、さっき紹介できなかったんですけど、これそんな難しいことはしてなくてですね、透明のアクリル板を引いて、チルアウト2列並べて、もう一回その上にアクリル板を挟んでですね、で、チルアウトを取ってくるっと回してキャッチするっていうだけではあるんですけど、最初にも言わされたんですが、こういうプロダクト動画の撮影って基本的に俺一人で、スタジオで黙々とやってるんで、これもカメラ三脚に置いてフィックスで撮ってます。で、このカメラぐーっと引いてるような動きっていうのは、後でね、アフターエフェクトコンポジションに置き換えて、
カメラエフェクトを使って作成してます。で、この辺は全部もう効果音ですね。こういうプロダクト動画作るときはね、だいたい細かいサウンドエフェクトをいっぱい俺は入れるんですけど、あんまりやりすぎないようにね、注意は必要ですけれども、バランスのいいところでいつも作っております。で、この冒頭はね、この空の映像と、このチルアウトの映像2つをまとめてアフターエフェクトコンポジションに置き換えてるんですけど、で、アフターエフェクトの画面がね、こういう感じになってまして、これが空の映像のクリップで、この下のやつがプリコンポジションされてますけども、この冷蔵庫の中に見立てたチルアウトの映像になります。で、このプリコンポジションはダブルクリックすると、このカメラとさっきのチルアウトの映像になるんですけど、で、このカメラに付け加えてるエフェクトとしては、このね、ポジションにキーフレームを打って、こっからここまででカメラをこうグーッと引いてくるアニメーションを付け加えてます。で、このカメラの動きを映像に適用するには、ここに 3D レイヤー化のボタンがあるので、これをクリックします。これを外してしまうと何も起こりませんという感じです。で、こっちのクリップはですね、タイムリマップを使って、こういうスピードランプのような動きを付け加えてます。で、俺ぶっちゃけアフターエフェクト上でのスピードランプの、設定の仕方が実はあんま分かってなくて、これも最初にプレミア上でこういうスピードランプの動きを作ってしまってからアフターエフェクトに持ってきてます。これもちょっと勉強しないとダメなんですけどね、本当はね。でですね、これをプリコンポジションした後にですね、この空の映像からこっちのチルアウトの映像に切り替えるトランジションの仕方としてはですね、この辺りからカメラがぐーっと引いてきて、チルアウトを撮ってくるっと回す映像につながるんですけど、このカメラがね、引いてきたタイミングでこの空の映像をマスクでちょっとずつちっちゃくしたり、位置をね、変更したりしながら、かつ、この空の映像も 3D レイヤー化させてしまって、この Y 軸のところ、ここにアニメーションを付け加えてあげることで、こういう動きができるんですよ。これをね、さっきの映像にうまいこと当てはめてあげると、こうなんか冷蔵庫の扉が開いたようなアニメーションを作ることができます。ここもね、ちょっと3つの要素のタイミングをうまいこと測らないといけないんで、かなり難しい作業ではあったんですけど、もう本当に微調整めっちゃ細かいのしながらですね、このピンクのね、囲ってる線がマスクなんですけど、これもね、このチルアウトの一番端っこに合わせて、ちょっとずつ縮めたり、しながら作ってます。ちなみにこっちのこの、空の映像も 3D レイヤー化してるんですけど、こっちのチルアウトの映像のカメラの動きがね、この空のカットに影響しないように、こっちはプリコンポジションしてます。で、一番最後にですね、これ見てもらったらちょっと大きくしますね。ちょっとだけこう波紋が起きるようにしてるんですよ。この辺で波紋エフェクトを付け加えて、ここかな？そう、この波紋エフェクトを追加して、ここからここまでの間でね、こういう波紋がバーっと起きるようなエフェクトを追加してます。これなんでこの波紋を追加してるかというと、この後にこの一番上の、チルアウトの正面のカットが来るんですけど、ここに切り替えるタイミングで一旦プレミアの画面に戻って、このシャッターストックの素材で泡がふわーっと上がってくるアルファの素材があって、これを使いたいなと思ってたんで、ここでこう泡が上がってくると同時に、画面もふわふわっと波紋が起きることで水の中にいるような、演出ができるかなっていうところで付け加えてます。こんな感じですね。でこの泡の素材も、描画モードをここスクリーンにしてて、通常だとこんな感じで真っ暗になっちゃうので、スクリーンにすることでうまく透過させて映像の上に乗っけてます。でこのシャッターストックの素材もですね、ちょっとずつここで、不透明度を0にしていって、ちょっと泡が多すぎるとね、うるさい映像になっちゃうので、ここら辺で消すようにしてます。でこのチルアウトのカットが2つ続くんですけど、この2つのカットでやってることは、カラーグレーディングは、1、2で、素材自体にも乗っけてますね。でこの調整レイヤーはありなしでこんだけ変わります。これは普通の、カラーグレーって感じで、こっちの下の調整レイヤーが、この缶の色ですね。全体でカラーグレーしちゃうと、プロダクトのカラーに影響しちゃうので、ここをこの実際のチルアウトカラーに寄せるために、このプロダクトの上だけに、色を調整したのが反映するようにこのマスクを使ってます。こんな感じですね。で実際のチルアウトの色味に近づけるという感じです。あるなしだと随分違いますよね。プラスね、この映像でちょっと演出を加えてるんですけど、この辺の太陽の光っぽい
これもシャッターストックでですね、付け加えてるんですけど、こんな感じのアルファの素材があるんで、この素材をまた描画モードをスクリーンにして映像の上に乗っけてます。で、これもね、最初から入れるつもりではなかったんですけど、入れてみたら思ったよりね、かっこよくなったんで追加したんですけど、こういうね、ライトを合成してあげるときに注意することは、実際撮影した時のライティングと方向を合わせてあげることですね。この映像を見てもらったら、右の方から光が当たってるのがわかると思うんですけど、実際の撮影の時もそうやって撮影してるんで、光を合成する時も右の方から付け加えるようにしてます。で、次がこのね、さっき撮影裏を紹介させてもらったチルアウトの缶を開けるカットはですね、ここはカラーグレーディングは2つ重ねてまして、実際の映像はこんな薄い映像なんですけど、これにカラーグレーディングした上で、さっきのライトをこの右上からまた照らしてあげてます。で、次のこのフルーツが落ちるカットは、この調整レイヤーのカラーグレーディングと、プロダクトに実際に載ってるカラーグレーディングですね。元の映像がこんだけ薄いんですけど、ここでこのマスカットの色味を調整してあげて、で、こっちの調整レイヤーで全体の色味を調整するっていうやり方でやってます。やっぱりどんな映像もそうなんですけど、映像全体のカラーグレーディングだけだと、なんかところどころこう元の色味からずれちゃったり、全部に影響しちゃうんでね、細かくこのマスカットの色味だけ元に戻すとか、そういう作業も必要だなっていうのは今回学びましたね。このオレンジも同様です。この調整レイヤーがないと、こんな感じで、うちの元のクリップに反映しているカラーグレも取ってあげると、そう、元の映像こんな感じなんです。カラーグレーディング1個目、カラーグレーディング2個目っていう感じですね。で、この注ぐカットもね、最初撮影裏で、紹介させてもらった通りなんですけども、カラーグレーディングここも、1つで、こっちに2つっていう感じですね。ちょっと細かい色をどういじってるかっていうのは、一個一個説明してるとかなり長くなっちゃうんで、これもちょっと端折らせていただくんですけど、そこまで特殊なカラーグレはしてないかなっていう印象なんで、見た目こういう感じで綺麗に、整えれば、俺は OK な口なので、そうですね、そこまで今回も難しいカラーグレはしてないと思います。で、これもね、実際の撮影の時にこれは左側からライトを当てて撮ってたんで、これも後から太陽ライトみたいなのを追加してるんですけど、これは今回は左から付け加えてます。で、次のカットがね、チルアウトのグラスの中の映像になるんですけど、これはですね、以前紹介したラウアの 24mm のね、ライフルの先っちょみたいな細長いレンズを使って、この中にね、レンズを突っ込んで、そこにチルアウトを注いで撮影してますという感じです。で、このチルアウトのグラスのカットなんですけど、ここもいろいろね、合成しまくってまして、今年の夏は、これはですね、テロップで、消してみる。で、このシャッターストックは、この泡ですね。本当はこんな感じで上に隠れてはいるんですけど、ここまでやるとね、ちょっと大げさなんで、上に逃がしてね。で、これがライトですね、さっきの。これも実際、撮影の時に右から光を当ててたので、右側から照らしてますと。で、この調整レイヤーがカラーグレなんですけど、その前にね、このネストされたシーケンスっていうのがあって、これを開けてみるとね、ここで動きを作ってます。ゆっくりスローモーションで泡がシュワーっとなっていく様子ですね。で、このネストのね、シーケンスを2個重ねてる、これは何かというと、この上のやつ1回ちょっと切ってみると、この泡でね、グラスの中が真っ白になったままなんですよ、これ。だから、同じ動画素材ではあるんですけど、泡が落ち着いた時の映像をここの真ん中に合成してます。こんな感じです。はい。で、このシーケンス自体もね、不透明度にアニメーションをつけて、ちょっとずつ濃度を濃くしていってます。で、これも見てもらったらわかるんですけど、全然難しいことしてないじゃないですか。同じクリップ内でよく見えるところをマスクで切り取って合成してるだけっていう、本当にこういうやり方があるっていうのを知ってるか知らないかだけで、こんだけ見た目変えることができるんで、ぜひ皆さんもね、明日から実践してみてください。で、次このテロップを挟んで、で、これがくるくるって回ってるところ。これも撮影の時に紹介はしてないんですけど、本当に氷をくるくるって回してるだけです。もう本当それだけです。で、スピードランプで動きをね、こんな感じでつけてるだけですね。で、このラストカットですね。ここが一番いろんなことしてるんですけど、このテロップ関係を一回消しますね。はい。で、カラーグレーディングは1個、2個、3個やってるの、4個か。この大元の素材に、あるこのカラーグレーディング1個目が、このオレンジの色味だけを変えてるところですね。で、2個目が全体の色味。で、これもね、同じクリップを上に乗せてるんですけど、これもこの
グラスの泡のところですね。ほら、こんな感じで。元のままだとね、チルアウトを注いだばっかりなんで、こうやって泡でグラスの中が見えなくなって、あんまり見栄え的にはね、良くなかったんで、上のこのシュワシュワっていうところは残しつつ、このボディのところだけを、同じクリップ内で泡が落ち着いた箇所を、マスクで切り取って合成してると。それだけです。で、調整レイヤーが2個あるんですけど、下の方は、はい、こんな感じで、チルアウトの缶の色味だけを調整するレイヤーになります。で、上のレイヤーは、全体の色味をさらに整える調整レイヤーですね。で、シャッターストックの素材が2つあるんですけど、この下の方が同じくライトですね。右上から照らしてますと。で、一番上のシャッターストックが、さっきと同じですね。これね、水しぶきの映像があるんで、これを描画モードスクリーンにして、このさっきみたいにちょっとびっちゃびちゃになっちゃうと、やりすぎでちょっとうるさいんで、いいところに調整しております。ここら辺にちょっとしぶきが来るぐらいですね。はい、いかがでしたでしょうか。本当にね、撮影し終わった素材でもね、発送次第でいろんなことができるんで、今日俺が紹介したのは本当に一部なんですけども、ぜひね、今後の自分の映像制作にも参考にして使ってもらえたらと思います。今回の動画でたくさん名前上がってた、シャッターストックっていうね、月額でサブスク登録することで動画素材を無限にダウンロードできるっていうサイトがあるんですけど、あそこの素材を俺結構多用して映像作ったりしてるんで、気になる方はね、月額料金かかっちゃいますけど、使ってみてもいいのかなと思ってます。で、今回の動画はソニー α7S3 でログ撮影した素材でいろいろと編集を行ってこういう映像を作ってるんですけど、直近でですね、コモドレッドっていうシネマカメラを使ってシャンプーの動画を作ったんですけど、レッドはね、ロー撮影ができて、ロー素材はね、ログで撮った素材よりももっともっとダイナミックレンジも広いし、後でのこのカラーグレーディングもログ以上にいろんなことをしても、レンダリング体制もすごい強いんで、世界観がめちゃくちゃ作りやすかったんですよ。で、それもちょっとね、同じような感じで、編集どうやってるかっていうのを、こういう動画にしてまた次回の動画で紹介しようと思うんで、それもぜひ楽しみにしておいてください。では、今日の動画も以上にしたいと思います。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございます。この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやってますんで、気軽にフォローしてください。じゃあ皆さん今週残りもチルしながら一緒に乗り切っていきましょう。さよなら。